よし、ロボットが引きずりながら発射しています。プリミティアプリミアエールです。今回はロボット用バズーカを作ってみようと思います。ロボット自ら発射してくれるロボット好みの武器にしたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは試しにシンプルなロボット用の武器を作ってみます。こんな感じでロボット好みのタングステンの刃とベアリングを組み合わせたバネの先に薄くて大きいケイロープラスチックの板をつけることで本来なら拾わない大きさのものを振ってくれるんじゃないでしょうか。こちらを試してみると、よし、ロボットが拾ってくれました。前回試した結果では、どんなに細いものでも130センチ以上長いものは持たせられなかったのですが、ベアリングを挟むことで別パーツ扱いになって大きなものでも持てるみたいです。ケイロープラスチックは重量が軽いので、ちゃんと振っているのも面白いです。でもでかすぎるので、周りにいるロボットにも当たってしまいます。そしてそのロボットにパンチされた後、なぜか吹っ飛んでいきました。では今度は、ケイロープラスチックの板をたくさん組み合わせて、ハリセンっぽい武器を作ってみましょう。こちらもかなり大型ですが、先ほどと同じようにベアリングを挟んでいるので、ロボットが持ってくれるはずです。早速こちらを試してみると、ちゃんと拾ってくれます。でも、これだけ幅が広いと空気抵抗もありますし、うまく振れていませんね。それでもロボットがハリセンを持って走って叩いてくる様子は、なかなか面白いです。たくさんの部品を使っているせいか、いきなり吹き飛んでいくこともありますし、他のロボットに当たると急に止まって変な動きになることもありました。たくさん地面に置いておけば、ロボット同士でハリセンの殴り合いをさせることもできます。全然ダメージは入らないので、遊んでいるみたいで楽しそうですね。ではここから、ロボット用のバズーカの開発に入りましょう。以前作ったハイブリッド銃のグレネード弾をベースに、発射用の仕組みを組み立てて、トリガーを引くとタイムラグなしに4発発射できる4連装バズーカを作りました。ちゃんと発射できています。こちらは私が手に持っても普通に使える武器だと思いますが、ロボットが拾って使えるように改造していきましょう。この重さだとロボットが持てないですし、ロボットが手を振ると狙いもブレるので、下にタイヤをつけて発射角度をある程度固定したら、トリガーの代わりにつけたトランジスタに、ベアリングと古代の合金を使ったロボットが手で持つ用のチェーンのようなものを接続して、その先にロボット好みのタングステンの刃とベアリング、水晶をつけることで、タングステンの刃を持って振ると、関節部分でぶつかった水晶から電気が流れて、トランジスタが作動し、バズーカが発射されるようにしました。狙いを定める機能はないので、バズーカがどこに飛んでいくかはわかりませんが、これなら、ロボットは拾って腕を振る動きでも発射することができるんじゃないでしょうか。早速ロボットを呼び出してみると、自らの武器を捨ててバズーカを手に持って発射してくれました。でも、ロボットが動き回ると回転する動きで引っかかったのか、転んでしまいますし、それからは逆さになったバズーカを引きずっています。そこで、回転させた時の抵抗を低くするために、左右のタイヤを切り離して、別々に動くようにしました。これならどうでしょうか。これなら多少振り回されても、ひっくり返ることなく、バズーカを発射することができています。でも、やはりゴムのグリップ力が高すぎるせいか、タイヤの一つが外れてしまっています。そこで、ゴムのタイヤの代わりに、最近使っていなかった焦がした木のタイヤを取り付けてみましょう。
まずは左右の軸がつながった状態から、多少軽くなって動きも軽やかになっていますが、まだ回転する動きには抵抗があるみたいです。なので、さっきと同じように左右のタイヤを切り離しましょう。そうすると、よし、ロボットが引きずりながら発射しています。振り回して回転しても、タイヤが自由に動くおかげか、倒れずに持ちこたえています。4発撃ち終わった後は、軽くなったおかげで、より軽快に動いてくれていました。リードをつけて散歩しているみたいですね。そして、バズーカを複数台置いて、ロボット同士を戦わせることもできます。でも、お互い狙っているわけではないので、まともに弾が当たることはありませんでした。そして、弾を撃ち尽くしたバズーカを運んでいるロボットが、他のロボットを巻き込んで、運んでいる光景も見ることができました。ロボット同士、仲良く遊んでいるみたいで、微笑ましい光景ですね。でも、たくさん並べすぎると、誘爆してしまうので、注意しましょう。ロボットが勝手に引っかかったり、自分で引いていくバズーカにつまずいて転んだりしますし、私が乗っていても、掴んで引っ張ることもあるので、実用性はありませんが、なかなか楽しい武器になったんじゃないでしょうか。ここから念のため、武器単体の性能も確認しておきます。巨大な木を狙うと、ダメージが足りず、倒しきることができませんでしたが、ドローン工場の壁くらいなら、衝突と爆発のダメージで、しっかり破壊することができました。それから、風力発電機を狙うと、ダメージ不足で倒しきれる気合がありません。そこで、勢いをつけて突進することでよし、なかなかのダメージを与えて、破壊することができました。それでは次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、ロボット用バズーカで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。発射した後の爆発のおかげで、なかなかの数のザコキャラを吹っ飛ばすことができています。でも、狙いをつけるのは難しいので、私が使う分には、普通の手持ち武器の方がよっぽど強いです。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針を重ねたものを、それぞれの弾に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って、ロボット用バズーカで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。なるほど。弾が重くなったせいで、うまく飛んでくれません。そこで前輪を持ち上げながら、角度をつけて狙うことで、やったー！巨大スライムを倒しました。重ねたガラスの針がうまく弾かれて、一撃で破壊できています。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ロボット用バズーカさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、